黒帯チャンネルは普段ゲームを作っている人たちが面白いゲームを紹介したり、ゲームの作り方を解説する興味でクロート向けな YouTube チャンネルです。黒帯チャンネル。はい、皆さんこんにちは。黒帯ゲームズの丹沢です。今回の黒帯チャンネルは久々の TRPG 会です。しばらくですね、武術の話をしたりとか、ズーさんが遊びに来たりとかやってましたけども、今回は TRPG の話をがっつりしていきたいと思います。TRPG 遊ぶ上でなくてはならない存在、ゲームマスターがいないと始まらないということで、今日はですね、ゲームマスターにスポットを当てて深掘りしていきたいと思っております。ゲストはゲームマスターをついに仕事にしてしまった男、一ノ瀬祐樹さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。一ノ瀬祐樹と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ジョーズさんはね、知る人ぞ知るゲームマスターとして超ベテランなんですけども、オンラインでやっている TRPG の体験会、手ぶらプレというですね、冒険企画局プレゼンツ公式イベントという形で、木金土とずっと定期開催して、なんと2年。この6月で2年。6月で2年なりましたね。僕まだ1年ちょいかなとか思ってたんですけど、2年間継続してやっているということでですね、日本でも数少ないプロのゲームマスターと言っていい人じゃないかと思うわけですけども、今日はですね、ゲームマスターの経験が非常に豊富な一ノ瀬さんとゲームマスターの話を深掘りしていきたいと思っております。よろしくお願いします。お願いします。手ぶらプレイ、今紹介させていただいたんですけど、全く知らない方のためにどういうサービスなのかって教えていただいてもよろしいですか？はい。手ぶらプレイはですね、冒険企画局の方で提供していただいてるんですけども、基本的にはオンラインで、モコホリアというオンラインセッションツールを使ってセッションしていきましょうというところをまず一つの立て付けとしながら、初めての人にモコホリア自体の説明をする会があったりとか、3時間から4時間ぐらいのセッションということで、オンラインセッションを普通にやる。実際ゲームを遊ぶことができるってことですね。ちなみに、パソコンが必要？そうですね。パソコンと一応スマホまで遊べるは遊べるんですけど、どうしても画面が広く必要になる場合があるので。小さいので、できれば、パソコンが推奨。せめてタブレットが推奨というなるほど。ね。予約して参加するってことですね。そうですね。手ぶらプレイサイトの方で予約を取ってるので、土曜日の夜の枠、20時からとか21時からとかあるんですけど、その枠にここで陰性遊べるんだなぁと思ったら予約していただくという感じになります。6月は6月、7月は7月っていう感じで、月ごとでシステム、シナリオ割と固定でいろいろ選べるようにはしてますが、陰性だったら1本のシナリオとかっていうのを4回とか増えるようにしてるんです。なるほど。じゃあ自分の都合が合う時間を見つけて、ここでエントリーしてやると。人数は友達4人とか集めていかなくても1人で参加できるんですか？申し込み1人で申し込むことがやっぱり多いとは思うんですけど。じゃあほとんどの人がそういう1人で来る人が多いんですね。仮に人数が割れちゃうときはどういう感じなんですか？そういった場合はですね、基本的に全部のセッション、GM が NPC として入るとかも含めて、必ず回せるようにしてます。1人でも参加していただけたら。NPC を GM がやるとか、そうかそうか、なるほど。それでなんとか回せる。卓は回るようになると。してます。じゃあ1人でも割と気兼ねなく勇気出して参加できるって感じですね。でも、TRPG って他のプレイヤーさんとお話しするのって醍醐味じゃないですか。GM 一人で接待プレイをしたくないんだよね、みたいなことをお客さんの方から言われた場合は、そっくりそのまま別の枠に移動ができます。例えば同じシナリオの別の時間の方にもう2人集まってるとかだったらそっちと合わせて4人にしちゃうとか。インセインで申し込みをしたんですけども、ちょっとこの日が成立しませんでした。みたいな時は、別の日とか別のシナリオシステムに移動してもいいっていうふうにしてるので、インセインで申し込んだけども、人が集まりがいいから夜の足跡に移動しますみたいなことも。別のゲームに参加するも大丈夫 OK です。なるほどね。翌月とかでも全然移動できるようにしてるので。じゃあそれだったらとりあえずエントリーしてみてっていう。どっかでは遊べます。あと相談してっていうことができるんですね。だと思います。なるほど。後ほどね、より詳しく URL 等も貼らせていただくんですけども、いわゆるタクシュラって呼ばれる TRPG やりまくる人でも週2とか3ぐらいだと思うんですけど、手ぶらプレイ2年やられてるっていうことで、だいたい1年間何択ぐらいやってるんですかね？1年間だと、ざっくり200ぐらい。200。1年365日ですからね。2日に1択以上はやってる。1日に2択3択。2択3択やってますもんね。僕もね、去年かな自分で数えてみて、僕50でしたね。1年間。ちょうど週1ぐらいですかね。同日やる時もあるしっていう感じで。これでも結構やったなって思ったので、その4倍はやばいなって思いました。全部でまったら、1週間に9択ありますからね。木、金、土の1日3回ずつ。たまにその一ノさん以外
の、そうですね。マスターさん入る。スペシャルセッションっていう枠で、冒険各局の旅するゲームマスター、桜庭聖奈さんでやっぱさんがやったり、そうですね。プラカステントさんが、個人的にちょっと仲良くしていただいてるご縁もあって。なるほど、なるほど。冒険企画局のタイトルじゃないタイトルが立つ時もあるっていうことですね。一ノ瀬さんを上回るゲームマスターやってる人はあんまり日本広しと言えども、そんなにいない、もしかしたら1人か2人ぐらいいるかもしれないですけど、まだ見ぬね、タクシーだけいるかもしれないですけど、なかなかいないと思いますので、そこでね、培った貴重な知見とかテクニックを今日はいろいろ教えていただければなと思っております。僕もゲームマスター結構やるんですけど、テクニックいろいろ共有できたらなと思うんですけど、ゲームマスターやられる上で、特に気をつけてることとか、自分の卓はこうだなとかってことってあったりします？それぞれやっぱり皆さん参加する目的というか、経験とかいろいろ違うとは思うんですけど、初心者とベテランが卓一緒のこととかってよくありますよね。よくあるんですけど、それも含めて、全員が同じぐらい楽しめるようになってるといいのかなと思ってますね。ベテランがどんどん先に進めちゃって、初心者の方は楽しめないっていうのも、置いてきぼりも良くないし、じゃあ初心者すごいよしよししすぎて、ベテランが楽しくなかった。これもよくあるかな。っていうのも逆の意味でやっぱりバランスが悪いかなと思うので、なんでみんなが点数つけるとして、全員が100点満点ならそれが一番もちろんいいんですけど、そうでなくても、全員が80点ならいいかなって思うんですよ。なるほど。100点を作らなくても、例えば20点とかはなしにしようっていう方を大事にする、そうですね。100点と20点っていうのが同じ卓にいるのが一番悲しいかな。で、この人だけが強いキャラクターで無双して、周りの人が全員、みたいな感じになるとか、TRPG あるあるかなと思うんですよね。そうですね。僕は結構似てること考えてたけど、ちょっと違うなと思ったのは、僕はベテランはほったらかしですね。そうですね。ベテランは勝手に楽しむ術があるし、多分ベテランになってるってことは自分で楽しみ方を知ってるから、いいやっていう感じなので、僕は結構ベテランに対してのサポートはほぼゼロ。初心者のみケアするっていうのが多いかなと思うんですけど、でも確かにそうですね。考え方としては中級くらいの人もいますしね。あとベテランでも5年ぐらいやってなかったとか、久しぶりにやるみたいな人とか、あとはシステム初心者なのかどうかとかもね、ありますし、TRPG が多様性が増えてきて、僕が始めた頃なんかリプレイ読んで、あんな感じになりたい。で、大体読んでるリプレイもみんな似たようなリプレイ読んでるから、大体見えてる風景が一緒だったですけど、クトゥルフの動画から入ってきてる人もいるし、それ以外のゲームの動画から入ってくる人もいるし、求めてるものも全部違いますよね。そうなんですよね。一人一人に完全に1から10まで全部ヒアリングするっていうわけにはなかなかいかないので、その時その時でちょっと様子を見ながら。様子の見方って何かあります？スカウターがあるわけじゃないじゃないですか。そうなんですよね。あると便利なんですけどね。そういう数値化されたものがあるのが一番いいんですけど、そういったものはもちろんないのが、アナログゲームのいいところではあるので、何かこちらからアクションをしてみた時のリアクションがどうなってるのかなっていうので、最初の頃は様子を見たりしますね。ピンを打つというか。まず何かこちらからアクションをしないことにはどうにもならないので、自己紹介の時からもスタートしたりはするんですけど、こういうゲームが好きなんですよね、みたいな話をした時に、こちらから何か質問を投げてみて、魚群探知のレーダーの会議を見るみたいに見てますね。僕はどっちかというとコンベンションが多いので、お昼ご飯を食べに行く時が勝負で、ありますね。お昼ご飯食べてる時に、アニメの話、好きな映画の話とかっていうようなことを聞いたりとか、あとなんか好きな TRPG で楽しかった経験って何ですかみたいな話を聞いて、この人はこういうのが楽しいんだみたいなことを聞きながらシナリオを微妙に調整かけて直すみたいなことよくやりますけど、僕があんまり経験がないのがオンラインセッションで、オンライン、身内でやることはあるんですけど、オンラインで初めての人って数えるほどしか実は経験がなくて、そうなんですね。そういう時って顔見えないじゃないですか。よりちょっとスカウターが聞きにくいっていうか、笑ってるのかどうかもわかんなかったり、なんなら寝てるかもしれないみたいなことあるじゃないですか。そこってなんかコツとかあるんですかね。距離を縮める一番の基本的なテクニックはやっぱり雑談なんですよね。オンラインセッションって時間が限られないところがメリットなことも、すいません、ちょっと手ぶらから一回置きますけど、通常だと距離の制限と時間の制限があまりないのが、だらだらやっててもね、オンラインのいいところかなと思うんですけど、そういう時は雑談を結構長めの取ってみるっていう感じですね。それこそさっきのご飯一緒に食べに行くじゃないですけど、雑談する時間とか関係ない話をする時間があると割と解けやすい部分があるかなと思うんですね。で、オンラインセッション限定すると雑談ができる雑談タブっていうのがあるんですよ。ゲーム進行に関係あるメインのタブとは別に雑談をするための雑談タブっていうのがあるんですけど、自分もチャチャ入れを一緒に
やってみるとか。それマスターやりながらできるんですか？やります。脳が2ついる。脳は左右あるんで大丈夫です。そう、僕も雑談タブって見たことあるんですけど、活用したことなくて、マスターやってる時ってマスターやるので脳の容量 98% くらい使っちゃうから、多分見てもらえないっていうか読めもしなくて、それができちゃうんですね。他のプレイヤーさんが処理に時間かかってる時とかに、さっと雑談の方に行って、さっと読んで雑談ちょっとやってみる。話をするだけ振ってまたすぐ戻るみたいな。なんかスキルの構成を、どうしようかなみたいに言ってる時に、チラッと見て。悩まないでほしいなとかっていうことではなくて、悩むのは悩むでしっかり悩んでほしいじゃないですか。でも、その間は私は空いてるので、ちょっと雑談に行って場を盛り上げておくかみたいな感じをすると、そこが並行で雑談として機能できるので、自分は割とそういうことをやってますね。オフラインでいうところの、みんなの顔見て、そうですね。こっちちゃんと向いてるかなとか、笑ってるかなとか、置いてかれてないかなっていうのを雑談でコミュニケーションし続けるってことなんですね。そうですね。ゲームマスターやるときに最初に言っておくことが多い文言があって、これからのセッション時間は、質問を第一優先の処理にしますっていう宣言をすることが多いですね。どういうこと？わからなければ、盛り上がって、お互い今ロールプレイの確定をしてますよみたいなタイミングでも、必ず質問を優先してください。不明なまんま、ぼんやりした状態で、楽しそうにみんなが盛り上がってるから、口挟んじゃダメだなっていう遠慮はいらんよってこと？そうです、そうです。このサジェストはすごい大事かもしれないですね。なので、最初にその部分の合意を取るというか、この回の中では質問とその回答を最優先にしますし、質問が終わったら、一回中断したものは再開必ずしますので、質問してくださいね。本当にどんなことでもいい。シナリオ道中で気になったことでもいいし、ルール面で気になったこととか、関係なくたまたまルールブック見て気になったこととかでもいいです。何でもいいので、質問ができたら聞いてくださいと必ず言ってて。あと、もう一つが、同じ質問でも大丈夫。説明したことでも、必ず何度でも説明します。わからないっていうのが、怖いので。それに近いことで、川島さんもいらっしゃった時言ってたんだけど、僕も結構気使うのは、プレイヤーに恥をかかせないようにしたいなっていうのは僕もポリシーとしてあって、聞くのってちょっと恥ずかしいじゃないですか。2回聞くのって、周りの人は全員理解してたりすると、いや、あいつ理解力ねえなとか、もう早くやりたいんだから何度も同じこと聞くなよっていう空気に、ともするとなっちゃうことがある。そんなギスギスして遊んでることってあんまないかもしれないけど、でも初めて会う人同士だとあったりするので、そういう時に、あらかじめ2回質問してもいいですよって、そこの宅のね、責任者であるマスターから宣言しておくっていうのは、すごい大事かもしれないし、その辺のテクニックも、ルールブックに入れてもいいかもしれないですね。結構今のゲームって、ゴールデンルールとかたくさん書いてあるけど、それが書いてあるルールブックあんまないかもしれない。ちょっと今のところそういった予定があるわけじゃないですけど、もし自分でルールブックを何か作るとしたら、質問カードを作りたいなって思ってます。質問がありますっていう、振ってアピールできるようなカードみたいなものをつけたいなと思ってます。物理の声でガーって喋ってる人を、って言っても聞こえてないとかってこともありますし、そうですね、物理のカードっていいかもしれないですね。あるといいかなと思ってますね。オンラインがね、メインだと思うんですけど、オフラインも結構やられます？どちらかというと、もともとオフの方が多かったんですけど、今は手ぶらプレイとかやってる関係でオフの方が多いかなっていう感じはなってますけど、相手とお話できる距離感とか顔が見えるっていう意味では、オンラインではやっぱり情報量が違うので。そうですね。チームとして、宅の情報量がやっぱりちょっと下がっちゃうのが、オンまだ慣れないなって思う瞬間はそこかなっていう感じですね。同じ TRPG でも、オンラインで遊ぶのと、オフラインで遊ぶのと、あとはテキストで遊ぶっていう、この3つは多分それぞれ別のゲームかな。そうですね。ちょっと違う遊び感ありますよね。似てるけどちょっと違う遊びって感じしますね。対面で麻雀するのとオンライン対戦するのとやっぱ違うじゃないですか。人狼とかもオンラインとかスマホで遊べるやつあるけど、あれとみんなで集まるの全然同じ遊びだけど、テイスト違うじゃないですか。違いますね。そういった意味でもやっぱり違うゲームだなって慣れてるからこそ、どっちも慣れてくるからこそ、これは違うものなんだっていうのをちゃんとスイッチを一回入れないといけないなって思う時があります。違うけど、両方遊んでほしいですよね。そうなんです。どっちも面白い遊びなんですよね。みんなでボードゲーム集まって遊ぶのも楽しいけども、オンラインで知らない人とボードゲーム、例えば人狼なり、ドミニオンなり遊ぶのはね、楽しいので。東京に住んでるとストレスってないですけど、地方の方とかって仲間見つけるのめちゃめちゃハードル高いじゃないですか。それはね、聞きますね。で、その中でやっぱりオンラインがもたらしたものってすごい大きいと思ってて、もう夜中だろうが何だろうが、何キロ離れてようが、時差がそんな大きくなければ一緒に遊べるっていうのは、めちゃめちゃ大事だなと。東京にいるとね、コンベンションも探しゃ必要あるし、どっかどうかね、仲間見つけられますけど、地方の人にとってはすごい良かったんだろうなって思いますね。そう思います。ちなみに手ぶらプレイ今まで1回だけカナダから参加されてる方が。日本人の方ですか？いや、カナダの方で、日本語は
堪能な方だったああ、んですよ。なるほど、なるほど。で、今、どちらからですかっていうカナダからです。面で、白い。今、夜明けです。頑張って。落ちさが。朝起きてきましたみたいな。1日3回あるからうまく時差を組み合わせればなんとかギリギリいけるんですかね。そうか、オンラインってこういうこともあるんだよな。まあでも長く遊んでるといろんなことがね、ありますね。いろいろね、気をつけてるところとかお聞きしてきたんですけど、ここからは中級編というか、GM 割とやってるよっていう人向けに、中級から上級って言っちゃうとちょっとね、偉そうになるんですけど、まあ一歩上手くなりたいなって思う人、どういうとこ気をつけたらいいかなとか、なんかその辺のちょっと話していきたいと思うんですけど、なんかそういうアドバイスというか、GM やるときこういうところを気をつけたりするといいよ、みたいなのってあったりします？自分もまだまだ道半ばで、全然完成形には慣れてないんですけど、この人の GM 力とんでもねえなって感じるときは、時間管理ですね。時間管理がピチッとしてる。ピチッとしてる。ピチッとしてるけど、無駄もなく。そう。めちゃくちゃせかされたなって感じはしないのに、なぜか時間が4時間って言われたら4時間でピチッと終わって、お疲れ様でしたって言われて4時間とか経ってるんですよ。嘘でしょみたいな。面白い時、人間結構集中してたりとかする時間がゆっくり感じたりとかするじゃないですか。もうそういうのも込みで、ものすごくなんか楽しく長く遊んだなって思っているのに、時間通りにちゃんと終われるっていう管理をされると、神って思います。時間管理は結構気をつけてて、まあコンベンションってほら片付ける時間とかがあって、僕なんかは結構スタッフもやるんで、スタッフが伸びるわけいかないじゃないですか。スタッフたちは気持ち20分か30分早く終わって、カードゲーム一回しぐらいしてるぐらいが多分ちょうどですね。僕も結構時間管理は、自分でシナリオを書くときも、パージできる場所を書いとく特殊な僕のシナリオ記述の記号があって、ここまでで4時30分を超えてたらここはなしとかっていうのをあらかじめ結構書いといて、もうここがっつり削るとかっていうのをやったりしますけど、なんかそういうので時間ピッチ合わせるためにテクニックみたいなのあったりします？基本的に自分の場合だと戦闘をそんなに重視してないんですよ。はいはいはい。大体長引くのって戦闘ですよね。戦闘なんで、だから時間的にちょっと伸びすぎてるかなって思った時は、今からこの敵は基本攻撃しかしませんとか。なるほどね。皆さんがキャラクターとしてやりたいことを満足してもらうぐらいのタイミングでこいつは勝手にしてますみたいな宣言をしちゃう時もありますね。僕もやるのは、バトルをガチでやってるぞっていう雰囲気を出すことで、ピンチ感出すの結構好きなので、弱くするようは言わないんだけど、ヒットポイントは削りますよね。こっそりね。ここは3ラウンドでみんな満足して自分のコンボ全員出したから、そろそろ死に時だよお前って言ったら、突然ここに70あったヒットポイントが7になるみたいな時っていうのはあったりしますね。あんまりでもこれを言い過ぎちゃうと、そういうの嫌いな人もご都合主義じゃないかとか思っちゃう場合もあるので、僕は結構そこは分かんないようにやる時がありますね。そうですね。ブラインだった頃って、みんな、マスターのついたてを立てて、マスタースクリーンの裏でサイコロ振ったりとかしてたじゃないですか。そうですね。この辺のごまかしがオンラインだとできにくくて。そうですね。ちょっとオンラインとオフラインの違いって話したかったんですけど、そうか。ブラインドで振るっていうのも機能としてはあるけど、それをあんまり使わないですよね、普通。機能としてはありますけど、例えば戦闘中のダイス目とかっていうレイヤーのものを GM がシークレットで振るっていうのはそんなには見たことないですね。最近始めた方だとあんまりこの常識ないかもしれないので、一応解説しとくと、昔はゲームマスタースクリーンっていう、ついたてをマスターは立てて、自分のシナリオが見えなかったりするようにしてたんですけど、そのもう一個の効果としては、マスター側が振るサイコロっていうのの出目を見せないことによって、どっちかっていうと手加減してたんですよ。ここでクリティカルしちゃうと、かっこよく出てきた主人公が突然死んじゃうみたいなことが、これまずいよってなった時に、うわ、外れたとか言いながら思いっきりクリティカル出てるみたいなことをして、基本的にはその嘘ついてちょっと手加減できるようにスクリーンっていうのを使ってたんです。だから昔で言うとよくオープンダイスって言ってみんなの前で振るマスターはガチのマスターみたいなね。ありましたね。その手加減を絶対しないという強気なマスターのことをオープンダイスのマスターみたいによく言ってたんですけど、手ぶらプレイとかでやる場合は基本的にはダイス目全員で見えるので、自然とオープンダイスになってる。そうなんですよ。年200回もやってると、事故ることあるじゃないですか。確率の話だから。そういう時どうするんですか？事故は今回の一期一会のものですからよかったですね、楽しかったですねって言って、無理やり締めますね。なるほどね。じゃあ、仮にちょっと、死んじゃったってなっても、一期一会のものなので。で、みんなも、確かにあそこでクリティカル3発出たらね、みたいな納得とともに、思い出になればいいよね。そうですね。自分のキャラクターが例えば死んじゃった、プレイヤーさんが辛い気持ちで帰ってほしくないな、っていうのは。そうですね。さっきの満足度の話と直結するだろうけど。ロストしちゃったプレイヤーさん
には、そのロストしたキャラクターの物語をその後丁寧に描写をするとか、そういう感じでちょっと手厚くする。なるほど。ちょっとエンディングのその人のためだけのやるとか、痛むシーンを作るっていう。死んだからもうお前は喋れないよみたいなね、感じにしちゃうとつまんないんで。そうなんですよ。インセイン2年間ずっとやり続けてるんですけど、この間初めて競技カードが尽きてダクルになりました。なかなかないですよね。なかなかないというか、テクアプリで初めてです。その時も一人一人にちゃんとバッドエンド表を振ってもらって、その結果何が起こったかっていうのを丁寧に描写をして、あなた方の物語はこれで終わりましたけれども、っていうところで頑張って締めました。確率の問題だもんな。そういうことありますよね。いろいろお聞きしてきたんですけど、プライベートな話、質問というか興味なんですけど、よくね、好きなものを仕事にすると辛いみたいな話ってあるじゃないですか。ありますね。ジョスさんにとってTRPG って2年やってて、どうですか？付き合い方の変化があったのかなとか。デベロッパーで仕事をしても2年ぐらいやってはいますけど、やっぱり楽しいんですよね。自分の趣味というか楽しいことをもう今仕事にしてる状態。で、自分も普通にサラリーマンやってた時期もちゃんとあって、そういう時は趣味を仕事にするよりは趣味は趣味、仕事は仕事の方が絶対いいだろうなって思ってたんですけど、ちょっといろいろときっかけもあって、人間明日どうなってるか分かんないなって思ったんですよ。その境地に。この年までやってると、いろいろありますよねって話のうちではあるんですけど、正直明日自分がどうなるか分かんないなって思ったら、これ仕事をやってる場合じゃないんじゃないかなと思って、だったら趣味で生きていけるんだったら、一回趣味にガッと割り振っちゃってもいいかな。まあトライしてみて、ダメだったら自分の中で多分納得はいくけど、トライもしてないのに時だけ過ぎてっていうよりはトライした方がいや、それすごい共感できるな。それで一回実際やってみようと思って、ありがたいことに今2年間続けてさせていただいている状態。そうですよね。2年やるのめちゃめちゃ大変だよなと思うんですけど、じゃあこれからも手ぶらプレイをパワーアップさせてって、ここを軸足にいろいろやっていこうっていう感じそうですね。その気持ちはとても強いです。これからもっと規模は大きくしたいなとは思ってるので、もうちょっと扱えるゲームを増やせたりとか、人をそもそも増やす。今はゲストっていう感じでスペシャルワーク、ガイド GM 入れたりはしてるんですけど、それを状態化したいなと思ってて、もっと。ぶっちゃけプライベートのセッションってやれてるんですか？たまにやれてます。たまにやれてる。はい。だいぶ少なくはなりましたけど。いつも GM ですもんね。いつも GM。だからプレイヤーたまにはやりたいとかね。たまにはプレイヤーやりたい。本当にプレイヤーをやると、普段からご飯と味噌汁で生活してますっていう時に、たまにドンとケーキが来るような。そういう感じなんだ。プレイヤーをやるだけでも幸せ感が高い。なるほどね。僕マサやるんで、ありがとうございます。やりましょうよ。ぜひぜひやりましょう。仕事の TRPG の疲れをプライベートの TRPG で取ってる感じです。はい。ちょっと何言ってるかわかんないですけどね。体に気をつけて頑張ってください。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱね、歴戦の GM という感じで、すごい勉強させていただきました。僕もまあやってるなとは思うんですけど、回数やってるとトラブルの回数も多分多いだろうし、なるほど、そういう風にやってるんだなと思いました。というわけでね、ここまで見ていただいて、TRPG ってなかなかメンバー集めるのも、特に地方の人とか、ルールブック買ってみたけど、一生ルールブックが本棚にあるだけっていう人、意外と多いと思うんですよね。やってみたいけど、動画見て、それぐらいでいいやっていう人たち、多分いっぱいいると思うんですけども、手ぶらプレイさっき言ったように、カナダからでも参加できるということで、この動画見ていらっしゃる方だったら、誰でも参加できる可能性がある。PC 持ってれば、機材さえあればできるということで、ぜひですね、内野さんの熟練の GM の技を見にですね、GM 普段やられてる方もね、勉強のために参加とかでもいいと思いますし、ぜひ参加していただければと思います。改めてですね、手ぶらプレイ、どうやったら参加できるのか、URL 等は貼りますけれども、入り口のところ、もう一回ご説明いただいてもよろしいですか？そうですね。手ぶらプレイ、基本のシステムとしては、ライブポケットっていう、ライブポケット。チケット購入サービスを使ってます。いわゆるライブとか、あとはイベントとか、大規模イベントとかのチケットを販売するためのサイトなんですけど、セッションごとに一つ一つ枠を作ってます。じゃあ、例えば木曜日の1セッション目にエントリーみたいになったら、そこのチケットをまずライブポケットにログインして買う。そうです。で、ライブポケットのユーザー登録が必要にはなっちゃうんですけど、そこだけしていただいて、チケット買いますと。で、チケット買うと、そこから返信でディスコードのサーバーが案内されます。なるほど。で、そこのディスコードに入ってもらえば、もう、あとは。それ当日までなんかやることってあるんですか？例えばキャラクター作成とかは？キャラクター作成とかも、基本的には、もうその当日、その場でサンプルキャラクターから作るとか、一から作る場合ももちろんあるんですけど、事前に
に、例えば情報を渡して、これに合わせてキャラクター作っといてください。何日までに必ずキャラクター出してくださいね、みたいなことは一切やってないです。なるほど。じゃあもうエントリーして、そこが人集まったのでやりますっていう連絡が来たら、そのまま行く。そうですね。さっきおっしゃってたように、もし一人しかいないとかで、ちょっと別のとこ行きたいっていうんだったら、その後ディスコードで相談して。そうですね。チケットの購入は、木曜の20時からのセッションであれば、木曜の20時1分前まで購入できます。本当に直前に飛び込めるようになってるんですね。ただ、その反面、人数が揃うかどうかの判断がその時間にまでならとわからない、そうか、そうか。1分前までエントリーできるということは、1分前にならないとわからん。わからないんですよね。一人で、あと20時を超えてしまいましたっていう、要は時間が始まっちゃいましたって時に、今日お一人ですけど、どうしましょうかっていう相談をそこからします。なので、例えばそこで次回どこにどうしますとかっていう話がすぐ決まれば、じゃあそのように手配しますね。じゃあ今日はこれでお開きにしましょうかっていうこともできますし。そしたら、ライブポケットのやつはそのままなんですか？それとも払い戻したりとかはしないで。そのままで大丈夫です。そのまんま。はい。一回買っちゃえば、ずれたとしてもどっかで絶対に、必ず入ります。ワンセッションはできる。権利を買ってるみたいな感じですかね。そういう映画のマイルチケットみたいなものだと考えてもらえばいいのかな。でも映画のマイルチケットはね、その時間嫌でも次にずらせないですけど、ずらせるということですよね。すごい扱いやすいと思いますので、まあライブポケット結構ね、最近コンベンションなんかでも使ってるところ多かったりもするので、もしかしたらね、使ったことあるかもしれないですけど、基本的にはだからライブポケットでチケットが買えて、できれば PC、大きめのタブレットがあれば参加できると。あとネット環境があれば。ディスコードで通話をする関係でマイクとか、こういうお話ができるツールがあればより良いかな。タブレットとかだったら大体もう今ついてる付属のもので、専用のものがなくても大丈夫ですよね。はい。お家で声が出せない方は、一応手ぶらでテキストセッション会もありますので。あ、見たことある。はいはい。なのでそういった場合は文字通りテキストだけで参加できるので、マイクはその時は不要ですね。というわけでね、この動画ご覧になった方で TRPG 興味ある方はですね、手ぶらでぜひぜひ体験していただければと思います。僕もちょっと GM テクニックを盗みにプレイヤーとして名前を変えて参加して。名前を変えて名前変えがちじゃないですか。名前変えなくても大丈夫なので、ください。ぜひ。はい。参加させていただきたいと思います。お願いします。はい。今日は一ノ瀬ゆうきさんをお迎えして GM について深掘りしてまいりました。次回はですね、このまま引き続き TRPG を遊ぶためになくてはならない今度はシナリオ制作について深掘りしていきたいと思っております。というわけでですね、黒 B チャンネルこんな感じで毎回やってきているんですけども、最近ちょっと一個だけ悩みがありまして、コメントが大変少ない。YouTube のコメントじゃなくてですね、僕の Twitter とかに皆さんコメントをくださるんですよ。なるほど。そう。できればですね、この動画の方のコメントで、ご意見等々いただけると、大変スタッフ一同ありがたいなと思っております。どうぞよろしくお願いします。というわけで、また次回お会いしましょう。それでは、さようなら。いいねボタンとチャンネル登録をお願いします。じゃあねー。